これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。今回は7月24日公開のホラー映画ダーレカさんと遊ぼうとのスペシャルコラボ動画となります。この映画の内容にちなんで今夜は学校に関する怖い話を6話お届けします。日本全国このチャンネルの視聴者から直接聞いてきた本当にあった怖い話です。それではお聞きください。グラウンドに埋まってるもの。F さん、40代女性。小学生の頃、母のママ友から聞いた話です。私の父は転勤が多くて、家族でいろんな土地を転々としていたのですが、母の実家がある中部地方のある場所に家を建てて、ようやく落ち着いた時期がありました。そこで母に K さんというママ友ができたんです。K さんは体育の先生をされていて、すごくサバサバした元気いっぱいで活発な方でした。ただ、すごく霊感の強い方で、いろんな不思議な体験を笑い話のような感じで私たちに聞かせてくれていたんです。これは、そんな K さんが体育系の大学に通い、陸上部に所属していた頃の体験談です。陸上部のウォーミングアップでは、最初にグラウンドを何周もランニングするそうで、先輩たちが前を走り、1年生だった K さんは一番後ろをついて走っていました。ある日のランニング中、グラウンドで K さんは何かに引っかかってつまずきました。何か石にでもつまずいたのかなと最初は気にせず走っていました。でもグラウンドを何周もしていると何度も同じ場所でつまずいてしまう。気をつけて走ってるのにその場所に差し掛かるとなぜかぐっと足を取られてしまうそうなんです。先輩たちも危ないんじゃないかしら。そう思って前を走る先輩たちの足元を見ると、先輩たちは何も引っかかることはなく、普通に走り抜けていく。なのに自分がその場所に来ると、決まって足を取られて転びそうになる。やっぱり危ないな。石とかが埋まってるなら取ってもらわないと。ウォーミングアップが終わった後、K さんはコーチにお願いしました。ちょっとあの辺で私よく転んじゃうんです。もし石とかがあったら危ないのでどけてもらえませんか？コーチと一緒にその場所へ行くと、確かに地面が少しもこっと盛り上がっていたそうです。ここだね。ちょっと取るか。コーチが引っ張りましたが、なかなか取れません。あれ、これ、意外と深く埋まってんな。もっと周りを掘って石を出そうということになり、二人で土を掘り返し始めました。でも、掘っても掘っても石の全貌が見えません。あれ、結構でっかい石が入ってるね。
なんて言いながら、さらに深く掘り進めたそうです。すると、土の中から出てきたのは、石なんかじゃありませんでした。大きな墓石だったのです。それを見て、K さんは、ギャーと叫んでしまったそうです。先輩たちは誰も引っかかってないのに、私だけ毎回足を取られてたのよ。多分、ここから出して、出して、って私に訴えかけて足にしがみついていたのかもね。K さんはそう言って笑っていました。と、ここまでが F さんが私たちに語ってくださったお話。この時私はチャンネルの視聴者数名に集まっていただいて、レンタルスペースで会談を聞いていました。その中に Y さんという女性がいたのですが、このグラウンドで墓石が見つかった階段について興味深い意見を聞かせてくださいました。すみません。私、Y と申します。もう辞めてしまったんですけど、以前は不動産業をやっていました。今聞いたお話、もしかしたらこういうことかもしれません。田舎の方に行くと、あぜ道とか田んぼの中に突然ポツンとお墓があったりしますよね。実はああいうのって私有地の中にお墓を建ててしまっていて、お墓としての登記を上げていないことが多いんです。そんな話を前提として、ここからはあくまで私の想像なんですが、例えばある個人の土地、山や畑などを買い上げて、そこに新しく学校を作ることになったとします。学校って税金で建てるものなので、どうしても安い土地が選ばれるんですね。もし、その買い上げた土地に昔の所有者もわからないようなお墓や無縁仏、生き倒れた方を祀る供養塔がポツンとあったとしたら、登記上は墓地になっていないので、売る側も買う側もそれに気づかないまま、ポンと上に学校が建ってしまうという可能性がゼロではないんです。この墓地があるかどうかもわからないっていう状況、実はすごく恐ろしいことなんです。私が不動産業界で仕事をしているとき、そういった土地にオーナーさんが賃貸マンションを建てたいとなったとしますよね。その時、一番困るのはオーナーさんでも私たち不動産屋でもありません。実際に土を掘り返す工事をやる業者さんたちなんです。なぜかというと、工事の最中になんだかわからない祠とか石塔の塊が実際に出てくることがあるからです。これ何ですかってオーナーさんに聞いても、昔からあるからわからないと言われてしまう。行政に行って過去の登記簿を調べても、戦前より前のものは記録がなかったり、空襲で消失してしまっていたりで、結局よくわからないという返答しか来ません。オーナーさん的には、よくわかんないけど邪魔だからぶっ壊してよとか言うんですけど、業者さんは自分たちに何かが降りかかるかもしれないから、本当に嫌がるんです。
絶対にちゃんとお払いをしてほしい。業者さんはそう言います。今回 F さんがお話しされていたグラウンドから発見された墓石。それは多分過去に誰かが私有地に建てた古い墓石の一部なんだと思います。その下には名もなき誰かの骨が埋まってる可能性が高いです。お前だ。体験者 T さん、50代女性。高校生の時、私は演劇部に所属していました。もう40年以上前の話です。事の発端は、私が高3の時のゲネプロの日でした。ゲネプロというのは、本番と全く同じ条件で行う通し稽古のことで、その日は演劇部で体育館を貸し切るんです。内側から全部鍵をかけて、部外者は一切入れない状態。唯一出入りできる入り口の前にだけ OB の先輩や先生たちが座って見ている。つまり関係者以外は一切入れない完全な密室状態です。そういった状況でお芝居をして自分の出番が終わった人から順番に反省会のために集まってきます。体育館の構造は前方に舞台があって、その左右の2階部分に部室と調整室があり、そこをつなぐ渡り廊下が舞台の奥の壁際にあるんです。渡り廊下の前には演出で使う白い幕があって、正面からは見えません。反省会のため、みんながバラバラと集まってきて、そろそろ揃ったかな、という時のことでした。バタバタという足音とともに、2階の渡り廊下の前にある白い幕が、ふわっと動いたんです。誰かが渡り廊下を走ると、こんな風に幕が動くことがよくありました。ああ、誰か一人、まだあそこにいるな。そう思って見ていたんですが、待てど暮らせど、誰も降りてこないんです。話が進んで、反省会が終わりそうになって、何気なく人数を数えてみると、全員いるんですよ。あれ、じゃあさっきのは誰？反省会が終わった後、他の部員に聞いて回りました。空耳かと思うんだけど、さっき足音が聞こえなかった。やっぱりそうですよね。私も聞こえました。その場にいた30人のうち5、6人が足音と幕が動くのを見たと言います。でも、部員は全員ここに揃っている。そうしたら、今度は後輩の一人がこんなことを言い出しました。今まで黙ってましたけど、部室の下の大道具置き場とか資材置き場のあたりに、時々女の子がいるんです。
小学生くらいのおかっぱ頭で、もんぺを着た女の子です。高校生でしたから、そんな話を聞いたら、絶対に何かいる、と変に盛り上がってしまって、その日から演劇部の間で心霊ブームみたいなものが起きたんです。そして、ある土曜日のこと、先生たちが職員室に行っていたので、私たちは舞台の隅っこで休憩という名目でサボっていました。縁になってみんなで怖い話をして遊んでいたんです。女の子ばかり8人で丸くなって百物語みたいに順番に階段を話していました。順番が一番最後だった私はわかりやすくみんなを驚かせてやろうと思い、当時流行っていたとある怪談話をしました。当時流行っていたので知っている方もいると思いますが、こんな話でした。夕方、ある女の子が学校から家に帰るため歩いていると、途中で3、4歳くらいの女の子がしゃがんで泣いていました。時間も遅いし、迷子かもしれない。そう思って声をかけました。大丈夫？どうしたの？お名前言えるかな？女の子は泣いているだけで、なかなか返事をしてくれません。でも、お父さんかお母さんはどこかな？と言うと、女の子がふと泣き止んでこう言いました。お母さん、殺されちゃった。え、ちょっと待って。大丈夫？お家はこの近くなの？違う。そして、また泣き出してしまいました。お母さん殺されちゃったってどういうこと？それを見ちゃったの？うん。え？犯人も見た？うん。どういう人だった？お前だって言われる、当時定番だった階段です。私は静かに話を進めていって、最後の最後、大きな声で脅かしてやろうと思っていました。いよいよクライマックスに差し掛かり、お前だ！私が大きな声を出した、その瞬間でした。上からものすごい音が聞こえ、全員が一瞬固まっていると、私たちのすぐ目の前に何かが落ちてきたんです。それは巨大な水銀塔の照明でした。円形になって座っている私たちのちょうど真ん中、床から1メートルほどの高さでブラーンと揺れていたのです。ギャー！一瞬の静寂の後、全員で悲鳴を上げ、大騒ぎになりました。あと少し、本当に数十センチずれていたら、私の隣にいた子に直撃し、死んでいたと思います。その直後、今度は2階の調整室から叫び声がして、後輩数人が階段を駆け下りてきました。
どうしたの？下でみんなが悲鳴を上げたとき、何事かと思って見てたら、今度は照明と照明の間を黒い影が通ったんです。それを聞いて私たちは本当にパニックになっちゃったんです。でも目の前には床から1メートルほどの高さで止まって不気味に揺れている水銀灯があります。こんなのそのままにしておけません。でも怪談話をして遊んでいたのがバレたら先生に怒られます。とりあえず照明が落ちてきたことだけ先生に伝えよう。でもその前に自分たちで何とかしなければ。誰かキャットウォークに上がって引き上げなきゃダメだよね。そう言ってもみんな怖がって誰も行きたがりません。しょうがないので私がロープを持って階段を上がり引き上げに行くことになりました。落ちた照明の真上に行きロープでくくって落ちないようにしっかりと縛り付けているとき、ある疑問が浮かびました。なんでこれだけ落ちたんだろう。舞台の照明というのは落ちないように太い鎖が巻かれて固定されています。鎖が切れてしまったのかと思い、固定されていた根元の部分を確認しましたが、鎖は切れていませんでした。そうなると、物理的に落ちてくるはずがないんです。じゃあなんであのタイミングで私たちが固まっていたど真ん中にあんなものが落ちてきたのか。実はこの体育館、昭和初期に建てられています。よく戦時中は運動場や体育館が遺体の安置所として使われていたという話がありますが、もしかしたらこの体育館もそういった使われ方をしていたのかもな、と思いました。用務員さん、体験者 Y さん、40代女性。小学校4年生の時、私は塾に通っていました。電車を乗り継いで行っていたので、帰宅が遅くなる日もありました。ある日の夜9時過ぎ、仕事から帰ってきた母と遅い晩ご飯を食べながら話していて、ふと学校に宿題を忘れてきたことに気がつきました。明日朝早く学校に行ってもいい？軽い気持ちで言うと母の顔色が変わりました。その日のうちに、その日に出た宿題を終わらせないのはだらしがない。母は言い出すと絶対に聞かない、とても厳しい人でした。夜遅いにもかかわらず、今すぐ学校に取りに行きなさい、と言われ、私は仕方なく夜の道を一人で歩いて学校へ向かいました。小学校は家の真裏にあります。それだからか、母はついてきてくれませんでした。
学校の通用門に着いたのは夜の10時を過ぎた頃だったと思います。通用門の近くにある用務員室の窓口に行き、呼び鈴を鳴らしました。そこに置いてあった来校ノートに日付、学年、氏名、そして置き時計が指していた来校時間を記入しました。窓口から用務員のおじさんが出てきたので、私は事情を話し、一緒に教室へ向かってもらうことになりました。こんな遅くに宿題を取りに行かせるって、お母さんはとっても厳しい人なんだね。私はそれを聞いて、やっぱりうちの母はしつけが厳しいんだな、と子供心に思った記憶があります。真っ暗な教室に着き、私は電気をつけて自分の机の中から宿題のノートを取り出しました。そして二人で用務員室に戻り、用務員さんが来校ノートに私の退校時間を記入してくれました。親御さんが待ってるだろうから早く帰りなさいね。次からは宿題を忘れないように十分気をつけてね。そう言って通用門のところまで私を見送ってくれたんです。次の日、無事宿題を提出した私は担任の先生に昨日の夜の出来事を話しました。すると先生はひどく困ったような顔をして言いました。そんな夜遅くに一人で出歩いちゃいけないよ。今後は宿題を忘れないように気をつけなさい。私がしょげていると先生がぼそっとこう言ったんです。でも、昨日は先生が最後に見回って学校出たんだけどな。その後に学校に誰か入ってるってことか。詳しく聞くと、先生は昨夜、小テストの採点などで残り、夜の9時頃に見回りをして、校内すべての消灯を確認したそうです。そして、今年から導入された警備会社のシステムをしっかりと設定して帰宅した、とのことでした。さらに、用務員さんは夜の8時には全員帰っているというのです。その用務員さんってどんな人だった？先生にいろいろと聞かれましたが、私はジャンパーを着ていたおじさんの印象です。としか答えられませんでした。昨夜のことなのになぜか顔をはっきりと覚えていなかったんです。無性に気になった私は1階の用務員室へ行き、事情を話して来校ノートを見せてもらいました。ノートには間違いなく私の書いた日付、学年、氏名、そして来校時間と退校時間がともに夜10時台で記入されていました。対応してくれた用務員さんは昨夜のおじさんとは違う人でした。そして私は昨夜の記憶をゆっくりと辿ると不思議なことが多かったことに気づき、徐々に怖くなってきたんです。
なぜ用務員室の明かりがあんなにも薄暗く青白かったのか。なぜ用務員さんは私と教室に向かうとき、廊下や階段の電気を一切つけなかったのか。なぜ教室に着いたとき、用務員さんは中に入らず、真っ暗な廊下でじーっと待っていたのか。昨日はなぜか気にも留めなかった違和感に、今更になって気づいて鳥肌が立ちました。その後、先生からは特に何も言われなかったので、あのジャンパーを着たおじさんが何だったのかはわからないままです。全校集会でもあの用務員さんを見つけることはできませんでした。ともあれ、その日以来、私が宿題を忘れることはなくなりました。青いブレザーにネクタイ。私は学生時代、地元福島県の男女共学の高校に通っていました。入学当初は自宅から通学していたんですが、空手部の活動が忙しく、途中から学校の寮に入ったんです。この高校はとにかく部活動が盛んで、当時はサッカー部が強豪として有名だったので、県外からも続々と強い選手が集まっていました。グラウンドの横に立っていた寮は4階建てだったんですが、2階から4階は部員が多いサッカー部のものでした。そして1階はサッカー部以外の生徒が入っていました。空手部だった私の部屋は1階でしたので、いつしか部活終わりのサッカー部が私の部屋に寄って雑談してから帰るようになりました。その中で一番仲が良かったのが同級生の A でした。A は誰よりも長く自主練習に励み、夜遅くまで一人でグラウンドに残っていたんです。そんな彼がある日いつものように練習を終えてから部屋で話していると、奇妙な話をし始めました。あのさ、俺が練習してるのを女の子が見てくれてるみたいなんだよ。めっちゃいいじゃん。どんな子？いやー、暗いし、その子学校の外にいて、遠いからそこまではわかんないな。思春期でしたので、女の子が見てくれてるというのはすごく嬉しいことです。そんなことが2週間ほど続いて、A はより注意して女の子を見るようになっていました。青いブレザー着てネクタイをしていたから、うちの生徒じゃないっぽいんだよな。そうなんだ。どこの生徒だろうな。うちの高校の女子が着ている制服は緑色のブレザーでリボンをしているので、どうやら同じ高校の生徒ではないようなんです。それどころか、近隣で女子がネクタイをしている高校などありませんでした。そして日を追うごとに A が言う女の子の様子が明らかになっていきました。ちょっとあの子おかしいかも。何が？俺が一人で練習してて、パッと見たら
いつの間にか柵の外に立ってるんだけど、よく考えてみると、あの子、ずっと動いてないんだよ。女の子は毎回同じ場所に現れるけど、A が自主練習をしてる間、一歩も動かないというのです。しかも、A の練習が終わるのはいつも夜の10時頃でした。それはちょっと気持ち悪いな。気になった私は、ある日 A が一人で練習してる時間にグラウンドへ行きました。見てみ、今あそこに立ってるんだけどさ。あ、ほんとだ。確かに、学校の敷地外の柵のそばに、見たことがない制服を着た女子高生がポツンと立っていたのです。時刻は午後10時前。周りは田んぼだらけで、辺りは真っ暗。こんな時間に女の子が一人で何をしてるんだ。話で聞くのと実際に見るのとでは異様さが全然違います。恐ろしくなり、その日はすぐに寮へ帰りました。翌日の同じ時間帯、自主練中にふと A がいつも女の子が立ってる場所を見た瞬間、ゾーッとしたそうです。いつの間にか女の子が柵の内側に入ってきていたんです。学校の敷地内に立ち、前よりもぐっと近づいていました。私はその話を聞いて危険を感じ、翌日 A と職員室で先生のパソコンを借りて、女の子がどこの生徒なのか調べることにしました。ただ調べようとしても、そもそも何と検索したらいいかわからず、私たちはパソコンの前で困り果てていました。どうした？見かねた先生が話しかけてきてくれたので、私たちはこれまで起こったことと女の子の特徴を話したんです。そうしたら先生が何かを検索してパソコンの画面を見せてきました。その女の子が着てたのってこの制服か？ああ、これです。いやいや、ありえないよ。でも、俺らが見た女の子はこの制服を着てましたよ。この制服は、お前らがまだ生まれる前、うちの高校が女子校だった頃の制服だよ。え？今この制服を着てる奴がいるわけないだろう。この日を境に、女の子は現れなくなりました。悪ふざけなどではなく、当時私たちは確実に同じものを見ていました。青いブレザーを着てネクタイをした長い髪の女の子を。死ななくちゃ。S さん、60代女性。私はもう還暦を過ぎてるので、これは40年以上も前、私が高校1年生の時の話です。当時通っていたのは、東京にあった古い私立の女子校でした。
仏教系の学校でしてね、講堂には仏像が安置されている少し特殊な雰囲気の場所です。校舎も創立80年とかで、とにかく古くて、廊下歩くだけでギシギシと板張りの床が鳴るような学校でした。入学して少し経った春のこと。ある朝、珍しく校内放送で朝礼が始まったんです。いつもなら講堂や校庭に集まるのに、放送だけなんて変だね、なんて教室で話していたら、校長先生の声が流れてきました。今朝は皆さんにお話ししなければならないことがあります。声のトーンが重いんです。実は2年生の A 子さんが今朝自殺をしました。その瞬間、どこかの教室からキャーという悲鳴が上がったんです。教室のスピーカーからはっきりと自殺という言葉が聞こえて、校内はもうパニックになりました。後から移動教室で亡くなった生徒がいる2年生のクラスの前を通ったのですが、先生は教壇で難しい顔をしてうつむき、生徒たちはみんな泣いていて、本当に重苦しくてかわいそうな光景でした。この年の夏休み、ある事件が起こりました。私のクラスメートにダンス部の子がいまして、彼女が合宿で体験した恐ろしい話です。その日は講堂の舞台に上がり、部員みんなでダンスの練習をしていたそうです。そうしたら突然、舞台の真ん中に置いてあった道具箱の中から白い煙がふわーっと上がった。その場にいる全員の視線が集まりました。次の瞬間、わー！部員の B さんが気が狂ったように叫び出したんです。そのまま錯乱状態で走り出してしまった。他の部員たちは何が起きたのかわからないまま、慌てて追いかけました。すると B さんは、講堂から地下へ降りる長い階段へ向かい、プールに飛び込むように身を投げたんです。10段以上はある階段です。ものすごい音を立てて転げ落ちていきました。先生と部員が悲鳴を上げて駆け寄ると、B さんはもう傷だらけなのに、まだ這いつくばって動こうとしてる。そして、上ごとのようにこう繰り返していたのです。死ななくちゃいけないの。死ななくちゃ。その様子を見て、先生が叫びました。何言ってるの？みんな毛布持ってきて、すごい力よ。先生に押さえつけられてる B さんは、ものすごい力で這い出ようとしながらわめいています。あそこに、屋上に行くわ。屋上に行かなきゃならないの。部員たちは青ざめました。先生、これもう B さん取り憑かれてる。取り憑かれた。やめなさい。そんなことないわ。
春に亡くなったあの2年生の A 子さんも同じダンス部でした。自殺した場所は自分が住むマンション。屋上まで上がってそこから飛び降りて亡くなったそうなんです。目の前の B さんはそれと全く同じことをしようとしている。先生と部員で必死になって B さんを押さえつけますが、這い出そうともがき続けています。私、屋上に行って飛び降りなきゃ。死ななくちゃいけないの。最後は救急車で運ばれました。B さんは搬送される途中で意識を失い、病院で目が覚めた時には、私、どうしたのと何も覚えていなかったそうです。後になって分かったことですが、あの日、道具箱から上がった白い煙の中、B さんにだけはあるものが見えていたそうなんです。それは自殺した A 子さんの姿でした。煙の中、A 子さんは軽やかにダンスのステップを踏んでいたそうです。なぜかそれを B さんだけが見てしまった。だから連れて行かれそうになったんでしょうか。せーの。体験者 M さん、30代女性。私が神奈川県にある高校に通っていた時の話です。県立高校なんですけど、創立100周年を迎えるような、ものすごく古い学校でした。歴史が長い分、曰く付きの噂も多くて、戦時中は日本軍の武器庫や野戦病院になっていたそうで、日本兵の幽霊がいる、なんて話もありました。校舎は今でこそ新しくなりましたが、在学していた当時は古い木造の旧校舎が残っていました。私は漫画研究部に所属していたので、校舎とは少し離れた場所にある物質棟で、よく夜遅くまで残って活動していました。その日もみんなでワイワイと楽しく活動して、気づけば閉門時間の19時近くになっていました。外はもう真っ暗。帰る前にトイレに行ってくる。そう言って、私の同級生と先輩の2人が連れ立って、旧校舎のトイレに向かいました。出て行ってから5分ほど経った頃でしょうか。ダダダダッと足音を立てて、同級生の女の子が血相を変えて戻ってきたのです。あれ、先輩は先に帰ってきた。え、先輩が戻ってきてから詳しく話す。彼女はそれだけ言って口を閉ざしました。戸惑っていると、それから30秒もしないうちに、今度は先輩が走って戻ってきました。そして
部室のドアを開けるなり、先に戻っていた同級生の女の子に向かって、こう言ったのです。ねえ、見た。はい、見ました。ただごとではない雰囲気の中、先輩が続けます。待って、これでせーので私たちが何を見たのか言おう。同じだったら、いたってことだね。はい。じゃあ行くよ。せーの。女子高生。二人とも全く同じものを見ていたのです。それは古い制服を着た女子高生だったと言います。詳しく話を聞くと、こういうことでした。先に用を済ませた同級生がトイレの個室を出て、目の前の鏡に向かって手を洗おうとしたその時、鏡越しに自分の後ろにある足が見えた。すぐ異変に気がつきました。制服が違う。私たちの制服はブレザーなのですが、後ろに立っているその女の子はセーラー服を着ていたそうです。はあ、やばい。彼女は何も言わず、顔も確認しないまま、トイレから走って逃げた。残された先輩は、突然走る音が聞こえて、不思議に思いながら個室を出たそうです。そして、手を洗おうと鏡を見た瞬間、背後にセーラー服を着た女の子の足が見えた。顔を見たら取り返しのつかないことになると本能的に察知して、先輩も振り向かずにそのまま部室まで走って帰ってきたそうです。私たちはこの日、急いで荷物をまとめ、逃げるように学校を後にしました。セーラー服の幽霊を見たその同級生とは、もう一つ、こんなことがありました。ある日の帰り道、校舎から最寄り駅へ向かう閑静な住宅街の通りを二人で歩いていた時のことです。彼女は自転車通学だったので、自転車を引きながら私の横を歩いていました。楽しく喋っていたのですが、ふと彼女が私越しの遠くの方をじーっと見ながら、一瞬ピタッと黙ったのです。時間にして1秒くらいでしょうか。自然な沈黙の後、何事もなかったかのように、また歩き出しました。え、なんか今、変な間だったよね。そう聞いても、うん、と言葉を濁すだけで何も答えてはくれません。そのまま無言で歩き続け、駅へ向かう道と彼女が自転車で帰る道の交差点に差し掛かった時でした。さっき何があったのか一応言っとくね。あなた越しに人じゃないものが見えた。でもあの場でそれを言葉にしたら本当にいることになっちゃうから。だから何も言わずにその場をやり過ごしたの。何
何がいたの？何度聞いても絶対に教えてくれませんでした。彼女は極度の怖がりで、幽霊の存在は認めているものの、普段そういう話をしてくれないのです。詳しくはわからないけど、あの時、自分のすぐ背後に口にするのも恐ろしい何かがぴったりとついてきていた。そう思うと本当にゾーッとしました。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。翔太です。今回は7月24日公開のホラー映画、誰かさんと遊ぼうとのスペシャルコラボ動画となります。映画も試写で見させていただいたところなんですけどもね、それの感想とかもちょっと話していこうかなと思います。はい。内容的には、ちょっと呪い系みたいなことだよね。そうだね。だからその学校である儀式をしてしまうと、どんどんその呪いが連鎖していくというかね。実際に事件が起こってしまうみたいな。呪いのね、絶対にやっちゃいけない遊びっていうのが、その若い人たちの間で流行ってると。この映画の中でね。それが、学校の誰もいない階段の13段目に立って、カセットテープ。今あんま使わないけどね。そのカセットテープに、日付と名前を吹き込むと、その名前を吹き込まれた人が死んでしまうっていうね。っていうので、本当にどんどん死んでっちゃうみたいな話。そうね。あれだよね。だから監督のコメントにもあるんだけどさ、この言霊っていうかさ、やっぱ良くない言葉、そういう、誰かが死んでほしいなと思って、その今回のこのカセットテープに吹き込むとかさ、ネガティブな言葉とかもそうだけどさ、それが、一種の呪いみたいな感じはするよね、現代で言うとさ。炎上とか叩くとかさ。呪いにつながってる気はするよね。そういう現代チックな雰囲気もありつつのアナログ感もある呪いの話っていう感じがして。日本のホラー感はありましたね、この映画で。そうだね。カセットテープの感じ良かったよね。古いね。なんか雰囲気がね、ありましたよね。いいよね。結構なんつうの、ホラー映画っぽいホラー映画だったから、そうだね。そのシーンとかさ、映像的に分かりやすく怖いみたいなところ結構あったから。ありました、ありました。ね。なんかこのドロドロした感じとか、おどろおどろしい感じとかがさ、まがまがしいみたいな。すごいホラーだなっていうのを見ててね。いいなと思いましたね。映画館で大きいスクリーンで見たらよりね、感じるんじゃないかね。いやー、怖いんじゃないですかね。同じような世代のこの、ね、学生たち、高校生の話じゃん、これ。だからいいかもね、そういう。ね、同世代の10代の人たちが見に行くには、楽しめんじゃないかなって。なんでかっていうと、やっぱ学校でリアルタイムで、このね、今通ってる人たちが見ると、より怖いんじゃないっていう。学校が舞台のホラー映画だから、自分たちに、このリンクしちゃってね、生活と。そうだね。怖いんじゃないかなと。で、みんなもその儀式をするようになっていくと。いや、なんか良くなさそうね。危ないよな。危ないです。この映画の内容にちなんで今夜は学校に関する怖い話を6話お届けしたということですね。そうですね。まず最初の話がグラウンドに埋まってるという話でした。はい。なんというか、この話はあれですよね。数人にいつも集まってもらって会談会を開いて、で、会談を聞かせていただいてるんですけども。そうですね。視聴者の方集まっていただいて。ねえ。そのことによっ
て、まあ真相というか、そういうものが分かったという話でしたね。こうなんじゃないかっていう深い話に発展してたっていうのはね。まあ面白いところですよね。この、知らない人同士で会談を喋ることの。そうだね。たまたま不動産のね、関係の方がいて、それってこういうことかもしれないですねっていう、ああいう話につながっていくっていうのは、やっぱ、なんか、ゾクゾクしたよね。見てて。その様をさ。しましたね。面白かったな。まあだから、私有地に建ててたお墓っていうのが、その届け出を別に出さなくていいっていうのも、なんかね、初めて知りましたしね。ああ、だから多分今の法律で言うとちょっとアウトなのかもしれないな。昔の法律だったからまあ、昔が、そうね。だからもう本当に昭和23年の法律が出るより前は、個人墓地がみなし墓地として認められる場合がありましたと。ちょっと時代によっての話なんだね、これが。なるほどね。今はアウトだけど、昔はちょっと、まあそういうのがグレーというか、少し許されてた。まあ相当昔の話ですもんね。そう。で昔になっちゃうと、そう、墓地として登記上出てないところが、あって、それが今の時代になって掘り起こされてしまうことがちょいちょいあるという話ですね。なるほどですね。まあ、めちゃめちゃね、詳しい方がいたらまたね、逆に教えていただきたいですね。僕らが専門家じゃないんでね。そうだね。さあ、次のお話はお前だでした。はい。まあ、大昔に流行ったということですけどもね、階段でまあ、よく聞きますよね。ね。お前だーみたいな。そう。静かな、一瞬静かにしてからの、お前だーっていう。うわーみたいな。まあやっぱこういう階段をみんなでね、こう話してると、まあそういった、まあ幽霊とか怪みたいなものがね、寄ってくるんでしょうかね。ね、よく言うけど、もうそれのね、決定版みたいな話だな、これ。そうね。僕たちもね、いっぱい集めてますけど。いや、本当だよな。大丈夫かっていう。大丈夫かなっていう、ね。思うよね。改めて思うよね。これ大丈夫か、俺らっていう。思うよな。たまにお祓い行った方がいいんだろうな。まあそうだね。ね。さあ、そして次の話は、用務員さんというお話でした。はい。まあでも、小学4年生で、その宿題忘れたからって、ね、行かせるのめちゃくちゃスパルタだよな。いや、そうなのよ。夜の学校だよ、しかも、ね。そうなんだよね。まあ、裏だとはいえさ、すぐ家から。そうだよね、近いとはいえ。それにしてもよっていう。10時ぐらいでしょ、ね、いやでもこの方も言ってたけど、やっぱ今考えると、うちの母親結構厳しかったっていうのは言ってたから。厳しいし、やっぱ女の子だからさ、危ないよね。まあそうだよね。夜中。いや、本当に。でもその、警備システムが稼働してる時間だったわけでしょ。そうなのよ。それをかいくぐって、まず入ってるのがありえないよね。そうなの。いろいろおかしいんだよね。だから、ピー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 ってなったりすると思うんだよね。普通にね。なるよな。それがもう全部ない状態で、まあ、夜の学校に入れたと。入れてるのもおかしいし、だから中に人がいるっていうのも変だし。で、一緒に歩いて教室まで行っちゃってんだから。おかしい。なんかちょっと一種パラレルワールドみたいなこと思っちゃうよね。違う世界線の学校行ってんのかなみたいな。まあでもそのね、来校ノートにね、時間が記載されてたっていうので。ねまあ現実、パラレル行ったとしても現実とのそのつながりがあるっていう、ね。リンクがあるんだよね。宿題も拾えてきてるしね。そうだよね。まあ、優しい用務員さんでよかったよね。そうね。用務員さんもだから生きてる人なのかどうかもよくわかんないけどね。なりすましてたってこと？いや、なんかさ、見てないって言うじゃん、この人。その後。この用務員さん。まあ、どっちにしろ怖いよな。人間であったとしても怖いしな。そうね。人間であった時の方が危なかったかもね。危ないよね。学校に侵入してるっていう、ね。おそらく犯罪者じゃん、それって。用務員さんのふりをして、なんかやってる可能性もあるしね。ねえ。だとしたら怖い。そうね。どっちにしろ怖いな。そんなとこ。そんなとこだね。まあ、後の話は、
まあ過去にも配信した話なので、はい。うん、感想もそちらに、入ってますんで、聞いてください。はい。今回ね、誰かさんと遊ぼうというホラー映画とのコラボ動画ということでね、はい。7月24日金曜日、全国で公開されます。はい。もう夏休み入ってるんですかね。入ってんじゃない？ちょうど入ったぐらいかな。ちょうど入ったぐらいか。うん。皆さん劇場に行って、ね、見ましょう。はい。はい。ではまた次の心霊でお会いいたしましょう。ごま団子と翔太でした。おやすみなさい。